さあ今回はね、前々からもう気になってたというか話には聞いていた埼玉県本庄市の小玉にあるリサイクルショップ、総合リサイクルショップリユースマーケットさんに行ってきました。ほら、ラルクアンシェールのカード、珍しくない？ラルクアンシェールのカードなんてあるんだみたいなね。今回ね、家具とかがメインかなって正直勝手に思ってたんですけど、こんな風におもちゃもめっちゃあったんですよ。しかも今回は多分タイミング的にワンピースの箱なしフィギュアがいっぱいあって、しかもすごいね、安かったんですよ。大佐とかもついてるのに、ちゃんと単品で100円みたいな。って感じ。これでも100円。100円って今時ないからね、もうなかなか。で、これも驚きだったんだけど、ヒデン01ドライバーですね。変身ベルト。なんと330円。欠品としては、あれかな、ベルト止めがないぐらいかな。あとはその、プログライズキーとかもないけど、でもね、普通に、この値段では買えない。これとかも220円だよ。武器系ね、仮面ライダーのね。とか結構デラックス玩具安かったですね。フルボトルバスターも330円で売ってたし。あとね、レトロなアイテムとかもすごいあったかな。なかなか普通のリサイクルショップだと見かけないようなものとかも多かったです。もちろんね、一番くじの外れ賞とかそういうのもいっぱいあるんだけど、ほら、ヒロアカのコップとかね、55円。これとかね、霧島くん110円安い。箱なしとはいえ、今時なかなか100円ってそうないよね。特にワンピースとかはね。これも詰め合わせになってるんだ。そう、ネット出品してある商品もあるんだけど、そうじゃない商品とか結構ね、本当に安売りしてましたね。びっくりだった。掘り出し物あるなって感じがもうビンビンした。これとかもペンライトだね。ペンライトとかも物によってはすごい価値あるものあるしね。そう、タイガーバニーのワーコレとかもう箱入りでも100円とかね。で、これね、スーファミのクレヨンしんちゃん箱入り。中はソフトだけだよって書いてあるけどね。で、プレステ4、PS4 とかもあったし、こういうレトロゲーム関係も結構多かったですね。これとか全然知らないんだけど12歳制限かかってるのが謎。そうだから家具とか家電とか日用品だけがメインかなと思ったら、おもちゃコーナーとかそういうレトロ玩具とか、あとレトロゲームとかそういうのもね、あと CD とかかなりねいっぱいあったんで、これはやばいなと。しかも仮面ライダーおもちゃとかすごい今回安かったから、デラックス玩具が。今回はやっぱり仮面ライダーデラックス玩具の箱なしとワンピース箱なしフィギュアが安かったイメージでしたね。それはね、タイミングによっても違うんだろうけど、もちろんね。あとトミカとかもミニカーも多かったですね。何これ、ペットボトルソーラーカーだって面白い。よくなんか理科の授業とかで作るやつかな。そう、ウルトラ怪獣たちもいましたよ。なんかね、物によっては500シリーズとかも廃盤になってるとお店によっては高いんですけど、ここなんか300円均一みたいな感じでしたね。ほら。これも330円。サイズが違う系はね、下に服掛けになってたけどね。これガイムに出てくる。なんだっけ、名前忘れちゃった。メロンの人でしょ。メロンだっけ、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったわ、もう。顔は思い浮かぶんだけどね。とか、プラレールとかも結構あるね。ほら、330円ってこれね、意外と安いんだよね。これガンダムですね。のこれ。ちょっとガンダムのこれが普段どれぐらいで売ってるかはあんま知らないんだけど、なんか安い感じしました。これなんかコーラの、なんだろう、なんかレトロっぽい。中にスーパーボールが入ってるって書いてあった気がする。これフランス人形か。こういうのがね、なんか多いイメージだったんだけど、普通に最近のおもちゃとかもすごいあってね、もうなんか、テンション爆上がりですね。アリサンマークの引っ越し車だ。のミニカーですね。引っ越しとかするともらえるやつかな。ヤマトとかもあるよね。ここら辺がミニカーコーナーですね。倖田來未のミニカー。こういうの結構アーティストグッズであるんですよね、ミニカーって。これガチャガチャの焼きそば。ペヤングかな。これはなんかチョロ Q かなと思ったら、なんかよくわかんないやつなんだけど、とにかく安かったですね。5台も入って箱入りで220円ということでね。
これね、ヒロアカのまあグッズ詰め合わせって感じで550円。これいいよね。そう、もともと僕ね、小玉のこのリサイクルショップ、リユースマーケットさんを知ってた理由としては、僕もね、番組やらせてもらってる本庄 FM、本庄市のコミュニティ FM の本庄 FM の加盟店さんなんですよ。それでリサイクルショップがあるですごい行きたかったんだけど、なかなか行けてなくて、今回やっと行ける機会がね、できたんでね、車で行ってきましたよ、自分の運転で。そう、缶バッジとかこういうのも50円っていうのはなかなか買いやすいのかなと思います。やっと行けたっていうか、もう初めて行って、こうなんか、入り口とか見てすごいテンション上がったもん。アンティークな塩看板。そう、今回ね、ワンピースばっかりだったんだよな。僕、ワンピースは集めてないから買わなかったけど、ドラゴンボールとかヒロアカとかもっとあったらよかったんだけどね。まあ、それほどタイミングだからね。ワンピース、この辺のさ、このマスコレ的なやつ、まあ、マスコレって名前じゃないんだけど、ここら辺なんか全部100円だからね。これめっちゃ安いと思う。箱なしフィギュアの安さが異常でしたね。これとかもなんか50円とかね、なるんだって感じ。これはね、ちっちゃいサイズのがガフリボルバーですね。そう、こういう食器とかね、こっち系がメインかなと思ってたんだけどね。まあそういうのももちろんいっぱいあったんだけど、まあメインはそっちなのかな、一応。ジョッキ半額。元が100円でそこから半額なんだっていうね、安い。CD330 円均一とかね、いろんな種類の CD ありましたね。ほら、結構多くない？しかも状態がいいのが多そうみたいな。未開封っぽいやつが多い感じありました。まあ、こっちはね、一律330円ってわけではないんですけど、で、こっちにね、ぬいぐるみもあって、ぬいぐるみ安かったね。やっぱこういうリゼロとかのぬいぐるみがさ、100円。この後、まあこっちはまだわかるかな、モルカーは。このリゼロの方も110円なんですよ。これ安いなと思いました。こういうミッキーのやつとかもさ、最近なかなか100円で売るとこって少ないんですよ。ほんとここ最近は。そう、あの古いメディア系もあってね、VHS とかさ、MD とかね、意外とね、ファンいるんすよね。で、ここショーケース。これレジ横のショーケースって感じかな。これマイケル・ジャクソンじゃないという、なんか謎のレコードとかも扱ってましたし、まあ、こういうね、普通の CD も扱わないとこ増えてきたけど、まあ、ね、このリユースマーケットさんは扱ってたし、まあ、他にもなんだろうなんか8センチシングル CD も扱ってましたね。なんか特撮系とかアニメ系とかゲーム系の CD ないかなと思ってたんだけど、なんかラジオで流せるのがあればいいなと思ったんだけどね。これとかもなんか、関取マン何これっていうね、謎のもあるんですよ。そういうのに出会えるのがやっぱりリサイクルショップ巡りの楽しいとこですね。AKB とか、バブルガムブラザーズ。なんだ。あ、これ吉田拓郎かな。吉田拓郎の CD って結構ね、高額なんですよね。で、さっきも言ったら8センチシングル CD って本当扱わないお店増えたんだけど、ここ扱ってまして、しかも束売り。まとめて2200円とかだったかな。ほら。いいですね。これもうね、なかなか今ね、本当もう買い取りすらしてくれないお店拒否みたいなとこ多いからね、8センチは。あとね、別のコーナーにね、VHS とかもありましたね。ほら、こっち。こんな感じなんですけど、レトロ扇風機とかレトロテレビとかもあるんですよ。あと作業着とか。で、VHS ね、ピノキオ、ピーターパンとかいろいろあって。そう、レコードとかね。左側何だったんだろう。これ作業着系結構新品のもいっぱいあって、絵とかもあるんだ。なんか現場作業で使えそうな道具とかもいっぱいありました。で、パチスロットかの実機と WeFit1 セットで550円っていうね。マットとボードとソフト。いいね。安い感じするんだよな、やっぱこの感じ。これミッキーのなんか、このちっちゃい声の太鼓かな。で、アンパンマンのピアノ。
カイトですね、タコ。イエスプリキュア5、ゴーゴーとドラえもんの懐かしい感じのドラえもんと、あとは奥にウルトラマン。で、名前カーズですね。この奥にね、ウッディのね、あれもあったんですけどね。ハロウィンウッディのフィギュアみたいなのね。これは、あれか、タイバニのこれの詰め合わせというか、セット販売みたいな。ハム太郎ね。で、フィギュアとかもありましたね、箱入りのね。そして、こっちの方に来ると、レトロ的なの、これかな。怪獣遊ぼっていうのかな。っていう、なんか LSI ゲームっていうんだっけ。なんか、まあ、ちっちゃいゲーム機、あられちゃんのやつでしたね。で、こっちとレトロソフビもあったんですよ。ほら、ホピーのセブンとか。こっちはなんだろう、筋肉マン系なのかな。まあ、レトロソフビですよね。ヴィーナス、すごいな。ここはこれいっぱいあったな。で、これね、珍しい。カード入りって書いてあるんだけど、レトロ天才バカボンのなんかカードのファイルなのかな。で、中にカードも入ってるんだけど、550円ってなんかレトロ玩具的に見たら手頃じゃない？すごい。しかも天才バカボンは3つぐらいあって、こっちにはね、宇宙戦艦ヤマトがありました。これも欲しい人とかだったら、超安くないってなると思うんだよな。これはいいね。普通にいい。で、こんな感じでね、昔のポケモンカードじゃない系の、なんかお菓子についてたカード、トップとかの、と、あとシールですね、お菓子についてたポケモンの。ポケモンパンじゃないシールって感じ。コレクションシールみたいなのやつが結構ね、状態がいい感じで売ってました。こういうのもね、結構リザードンとかミュウとか高いんですよね。で、ここね、レトロゲームソフト。まあ、スーファミとかね、ファミコンとか。ここら辺はファミコンかな。なんかね、割と珍しいソフト多い感じします。なんかね、あんまりこう、ジャンクコーナーとかでは見ないようなのが結構ありましたね。これなんか色がすごいことになってる。レッキングクルー。まあ、マリオなのかな、一応。あ、プレゼントマイクがいた。ここら辺のね、ディスクシステムの、なんだっけ、なんて言うんだっけ、これ。ディスクカードだっけ、なんだっけ。とかもあって、セミカチ何それ。レトロ玩具的な駄菓子屋さんの玩具的な感じかな。コイン。記念コイン的なやつ。お土産屋さんのやつかな。海外の。どこの国のやつだろうね。そして、カメラとかカメラのレンズとかもあって、お酒とかも売ってたし、で、やっぱ食器多いね。で、ここにね、見つけちゃいましたよ。これ、ドラえもんのかき氷機ですよ。よくあるよね。これいいよね。これもう普通に使わなくてもコレクションしたくなるのわかる、これは。しかも安かった。550円かな。で、こっちは C 賞の一番くじのカービィのお皿カップこれちょっとレトロ食器ですね。まあ、こんな感じで、やっぱ家具家電とか日用品とか、なんか業務用のもあるね、なんかね。そういうの多かったですね。で、これレコードバッハね。ちょっとブランド食器とかもあって。でこっちの方に来ると大型家具家電とかになるから、こういう業務用プリンターみたいなやつもありましたね。でかいサイズのポスターとか印刷できる。で、レトロ時計、大きなノッポの古時計がある感じでした。いや、これね、もっと早く行っとけよかったって感じ。だからもうね、月1ぐらいで行くとね、ほんとお宝いっぱいゲットできるのかなって感じしました。また行きたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。それではまた次回、バイバーイ。